おはようございます。現在の時刻は朝の5時です。よいしょ。クリーニングにね出かけましょう。はい、結露してるんでね取っときましょう。よいしょ。はい、じゃあね行きましょう。ここからね 8.5 キロで9分で着くそうです。はい、こちらですね。あ、人がいるな。大丈夫かな。よいしょ。はい、こちらですね。洗濯乾燥機があるんですけども、今の時間が100円なんで洗濯をねしっかりさせてもらいましょう。嬉しい。0時から6時まで100円です。小さい方をね利用させてもらいましょう。洗剤柔軟剤で100円です。ぬるま湯で洗わせてもらおう。はい、19分でね洗ってくれるそうです。ありがたい。はい、完了です。19分でねできました。よいしょ。お、バッチリ。あ、どれも一緒ですね。10分100円です。で乾燥の目安はね30分から40分なんで、ジーパンもあるんで30分回させてもらいましょう。よし。でねとりあえずねまず200円いってみましょう。よいしょ。これでスタート。はい。ですね、ここまで今300円です。相当安いです。でジーパンがね乾いてたらいいですし、乾いてなかったらねもう100円追加します。よし、どうでしょう。あ、乾いてる。乾いてるけどもう100円いるなこれは。よいしょ。よし。はい、そうこうしたらね夜が明けてきました。空気がね結構冷たくて気持ちがいいです。よし。あ、オッケーオッケー。乾きました乾きました。よし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 。じゃあね畳みましょう。よし、畳み終わりです。一応5日分ぐらいね下着があるんで、これでなんとかね今回旅終えるまでね下着が持つんじゃないかと思います。はい、やりました。オッケー。よいしょ。よし、ということでね無事洗濯も終わったんですけども、朝がね早いんでもう一段目しようかなというふうに思ってたんですが、もうねしっかり夜が明けちゃって周りが明るくなってきたんで、もうねこのままもう動きたいと思います。でこれからの動きなんですけども、もうねすぐ先が鹿児島県ではあるんですけども、僕ね熊本県に来てお弁当の平井さんでサラチクっていうのかな、チクサラっていうのかな、ちくわサラダっていうのかな、あれをね食べてないんですよね。で熊本最後のお弁当の平井さんが鹿児島県に入る手前にねありますんで、今からそちらに行ってね食べ物をねちょっと購入させていただきたいというふうに思います。はい、じゃあね行きましょう。17キロで21分のね道のりです。はい、ということでねコインランドリーさん離れたんですけども、結局ねいくら得したかなんですが、昨日のコインランドリーさんは洗濯が800円で乾燥が8分100円だったんですよね。ですので30分乾燥させた場合には400円いるんで、だいたいね1000円から1200円ぐらい必要だったんですよね。なんですけども今日のところは洗濯が100円で、さらに乾燥が10分100円だったんで、合計400円で洗濯することができました。ちなみにね行き帰りのガソリン代なんですけども、これはねこの車の燃費から勘案したら片道100円帰ってきて100円なんで、200円ぐらいが必要になったんで600円ぐらいいったんで、400円から600円ぐらいは儲けることができたという計算になります。はい。よいしょ。はい、ちょっとね昨晩車中泊させてもらったねつなぎ温泉さんの方にね帰ってきました。ちょっとお礼言ってなかったんでねお礼だけ言わせてもらいましょう。はいはい、ということでね昨晩はねつなぎ温泉色彩さんの悠々パークの方でね、車中泊させていただきました。でこちらの駐車場はね夜はもう車が全部なくなっちゃって、すごく静かで、駐車場もね基本的にすごい平らで、奥の方にねあったトイレもすごく綺麗で、さらにはね夜中におまわりさんがねノックしてからこんばんはっていう風にね番掛けもされたりしたんで、皆さんねこちらの方に、来られたらぜひね色彩さんでお風呂に入って車中泊されるのね本当にねお勧めさせていただきます。ちなみにねプラス100円払ってモノレール乗って
上の歩道に入るのもすごくおすすめです。はい。ということでね、色彩さん、ありがとうございました。じゃあね、いよいよ行きましょう。はい、水俣市のね、街中を移動してます。はい、到着です。お弁当の平井さんですね。よし。よーし。じゃあね、ちょっと買っていきたいと思います。よいしょ。はい、買ってきました。サラチク2本と平井特製カリーとおにぎりで872円でした。 OK。 浮いた洗濯代がね全部朝食代に変わりましたね。はい。でお弁当をいただく場所ですけども、この近くに海の見える公園がありますんで、そちらの方に行ってねご飯いただきたいと思います。行きましょう。よいしょ。よっしゃい。はい、到着です。よし、行ってみましょう。めちゃめちゃ気持ちがいいです。おお、海沿いにこんな公園があるんだ。お W ハートマーク。あ、恋人の聖地みたいです。なるほど。じゃあご飯ですね。よいしょ。景色いいなこれ。よし、それじゃね、いただきます。サラチクノーマルとサラチクチーズオーバーを買ってきました。果たしてお味は。ノーマルサラチクいただきます。美味しい。出来たてですね。サクサクいってます。やっぱり美味しいです。で今回ね、青菜で包まれてるおにぎりがすごく美味しそうだったんで、こちらをね購入しました。爆弾です。いただきます。美味しい。青菜がすごくいい味しますねこれ。はい、ということで、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。満足です。ということでね、美味しいご飯も食べれたんで、一旦車に戻ってここから先のね動く段取りをちょっと考えてみたいと思います。はい、ということでね、ちょっといろいろ調べ物してて、遅くなったんですけども、ちょっとね大問題が発生しました。というのがね、僕は当初より種子島の方とか屋久島を回ろうと思って計画してたんですけども、フェリーにいつ乗れるか分からなかったんでギリギリまで予約をしなかったんですよね。そうしたらもう予約が取れない状態で種子島にね渡ることができなくなってしまったんですよね。でしかもね、今週いっぱいずーっともう予約が取れなくって、僕もねお尻が決まってるんでどうしようかなと思ったら、どうやらフェリーの当日券というのが数台分あるらしくて、それはねそこのフェリー乗り場の方に入って並んだもん順らしいんですよね。でもうなんかね、今電話で聞いたら、その駐車場に入ってフェリー待ちの車中泊をしてもいいっていう風にね言われましたんで、今夜はねもうちょっとこちらのねフェリー乗り場さんの方でフェリー待ちのね観光をさせてもらおうと思います。もうそうしないとねフェリー乗れません。であとさらにね、種子島に渡れたらいくつかの点をねこう回りながら一泊して、次はね屋久島に渡るんですけども、屋久島から帰る便もねなかったんですよね。でどうしようかなと思ったら、もう1便フェリーの貸しさんがあって、そちらの方に電話したら予約が取れて、とりあえず帰りの便は取ることができたんですけども、そちらがね、僕が想定してたよりも3100円高い21000円なんで、今ね計算しましたら、まだ乗ってないフェリー代を含めると86301円使ってることになってるんですよね。ですので残りが13700円ぐらいなんですけども、ここにねガソリン代が5000円ぐらいかかってくるんで、実質残金は8700円ぐらいっていうね、かなり厳しい状況になってしまったんですけども、とりあえずね種子島も屋久島もやっぱし回ってみたいんで、所持金少ないですけどもね、頑張ってちょっと車中泊の方をね続けてみたいというふうに思います。はい。ですんでね、今この状況下で所持金も少なくてフェリーに乗れるかどうかもわからないんですけども、とりあえず観光はしっかりしておきたいんで、僕の行きたかったところにね回ってみようと思います。でまずはもう行くのは南九州の知覧特攻平和会館でいいのかなっていうところで、こちらではねゼロ戦のこととかね、いろんなものが展示されてるんで、ちょっとね僕は鹿児島に来たらこちら寄ってみたかったんで、今からねこちらの平和会館さんの方に向かって移動してみたいというふうに思います。ちなみにねルートはこんな感じで、123キロで2時間30分ぐらいかかるそうです。で現在時刻はねもう10時半なんで、着いたら1時とか1時半になるんですけども、頑張って向かってみたいというふうに思います。はい、よし行きましょう。は
はい、ここからね、鹿児島県です。出水市にね、入りました。はい、無料の高速道路終了です。はい、道路沿いにね、面白そうなお店があったんで、ちょっと寄ってみました。こちらはね、赤鶏唐揚げのコッコ屋さんで、2001年創業で、こちらがね、1号店とのことです。で、唐揚げはね、1パック500円からなんですけども、なんかね、すごく美味しそうなんで、こちらでね、ちょっとチキンをね、お買い物させてもらいたいと思います。ニンニク醤油を、500円のやつください。はい、どうも。ありがとうございます。はい、唐揚げ買えました。おー、美味しそう。大きいのがゴロゴロ入ってる。ちょっとね、早速いただいてみましょう。いただきます。美味しい。柔らかくてジューシー。これね、多分低温でじっくり揚げてるタイプです。なんかね、お肉はね、硬くなくてからめちゃくちゃジューシーに揚がってます。すごっ。コッコ屋さんもね、鹿児島県にね、7店舗展開されてるらしいんですけども、唐揚げだけでね、7店舗も展開できてる理由がね、よく分かりました。美味しいです。はい、ということでね、コッコ屋さんのラーメンとカレーをね、ちょっとお土産で買わせていただきました。はい、ということでね、ちょっと思いがけず、いい唐揚げが手に入ったんで、ちょっとね、こちらつまみながらね、ゼロ戦の方にね、向かって移動したいと思います。はい、行きましょう。美味しい。はい、またしてもね、高速道路の無料区間乗ります。はい、無料の高速道路降ります。江口蓬莱館というね、場所があったんで、寄ってみます。で、こちらはね、実は、お土産を買うのに寄ろうかと思ったんですけども、残念ながらね、本日はお休みです。本当に残念。週に一遍のお休みだそうです。よっと。ここ目の前、海水浴場ですね。砂浜ね、めちゃくちゃ綺麗です。で、あちらにはね、お手洗いもありますね。駐車場も広いですし、ここは車中泊とかさせてもらってもいい場所なのかな。もしそうだったらね、中はね、お土産もらってるんですけども、食事もね、できる場所ではあるんで、すごく最高な場所だと思います。へー。すごい場所ですね。ここは、多分、ゴミがね、漂着しない海辺だと思います。だからね、海が相当綺麗です。で、ちなみにね、今日、こちらの施設はお休みなんですけども、駐車場もね、空いてるんで、こちらは車中泊でね、利用させてもらっても問題ないのかなと思います。はい。よし、じゃあね、行きましょう。そろそろガソリンないとやばいですね。今こっちの方にね、なんかものすごい雲が見えたんですよね。で、多分ね、あれは桜島の噴火じゃないかと思うんですよね。ただしね、道が全部その南を向いて進んでるんで、全然左の方が見えないんですよね。で、車止めれる場所もないんで確認できないんですけどもね。やっぱりちょっと見えた。はい、そうこうしたらね、本格的にガソリンがやばくなってきました。ですんでね、どこかでガソリン入れさせてもらいましょう。165円、安いです。ちょっと寄っていきましょう。よいしょ。はい、はい、お願いします。はい、30リッターで4950円でした。思ったよりね、すごく安かったです。よいしょ。で、ちなみにこれから走る距離のことを考えたら、もう満タンでちょうどぐらいだと思ったんで、もうね、満タン入れときました。ですんで残金が多分ね、8000円ぐらいになりました。はい、厳しくなってきました。おお、すごい。はい、到着。
はい、ということで、知覧特攻平和会館というところにね、やってきました。で、こちらはね、戦争時の、ゼロ戦がね、置いてある公園で、あんな感じで飛行機がね、見ることができるんですよね。で、これゼロ戦かな、本物かどうかちょっとわかんないですけども、僕はね、個人的に興味があるんですけども、やっぱりね、戦争とかその特攻とかのちょっとテーマがね少し重いものではありますんで、今回はね僕はじっくり見るんですけども、あんまり取らずにね、見ていきたいというふうに思います。はい、行ってきます。でね、こちらにはねこんな感じで、戦闘機が飾られてるんですけども、こちらはゼロ戦ではなくて一式戦闘機のはやぶさですね。これはね映画俺は君のためにこそ死にに行くっていう2007年のね映画の撮影の際に、ね、実際に使われたはやぶさっていう戦闘機です。こちらはね平成17年まで実際に使用されてた飛行機とのことです。訓練機みたいですね。でこちらがね知覧特攻平和会館ですね。入場料500円いるんですけども、ちょっと中の方にね入ってみたいと思います。はい、こちらですね。大人1人500円。中はねもうほとんど撮影 NG なんですけども、こちらに見えるゼロ戦はねOK とのことなんで、ちょっとね人の合間を縫ってね撮影させてもらいたいと思います。はい、ゼロ戦です。これはね、海に沈んでたものを実際に、ね、引き上げて展示されているとのことです。だから実際に戦争で使用されたやつですね。だいぶねサビとかを取ってからもうすごく状態が良くなってます。壊れてますけども、蓄電池とか消火器とか注射ポンプって何でしょうね、いろんなものがね一緒に引き上げたみたいです。これね触っちゃダメだけども裏側にも回っていいみたいですね。プロペラとかね機銃があります。で後ろはねないみたいですね。でもね後ろがないおかげでコックピットとかがね丸見えになってます。で撮影 OK なのがここまでで、あとはね撮影 NG ということですんで、ちょっとね僕だけ見てね勉強していきたいと思います。はい、行ってきます。お土産買います。お願いします。はい、よし。はい、ということで、ね、観光してきました。こちらはねもともと飛行訓練場だったのが戦争に入ってね、戦闘機用の訓練場に変わって、で終戦間際にはね特攻がたくさん行われたんですけども、その特攻機が、こちらがね、400機以上が発進して命を落とされたとのことでした。はい。でちなみにね戦争当時は飛行場だったんですけども、今はねもうこの辺りは一帯が茶畑になっているとのことで、お茶の産地になってたんで、お茶に関するねお土産をたくさん購入させてもらいました。はい、よし、ということで、ね、観光もできたんで、次にね移動しようと思うんですけども、今日はね早いうちにもうフェリー場に行っときたいんで、今からねお風呂の方に入りに行きたいと思います。で行くのはヘルシーランド温泉保養館さんで、大人1人340円でもうめちゃくちゃたくさんのねお風呂に入れるっていう、すごくね評価の高いお風呂で、僕はねここでお風呂に入ってこの近くで車中泊しようと思ってたんですけども、もうそうもいかなくなったんで、今からねお風呂に入りに行って、お風呂上がってからねフェリー乗り場の方向かって移動したいと思います。はい、よし、じゃあ行きましょう。ヘルシーランド温泉保養館は今日は閉まっている可能性があります。嘘？そうなんじゃ。まあ閉まっててもいいや。とりあえずねこっちの海沿いの道はね通ってみたかったんで、行ってみましょう。閉まっててもいいです。はい、じゃあね行きましょう。はい、ローソンってたまにお弁当とかが半額になってるんで、ちょっと寄ってみましたら、このチキンタツタが2枚入ったハンバーガーが半額で売られてたので買ってきました。通常価格495円のところ、半額のね247円でした。これはねすごくお得ですね。でお昼ご飯食べたいんでこちらをいただこうと思うんですけども、こうですね、こちらはねこんな感じでちょっとばらして、一つはハンバーガーとしていただいて、もう一つのこちらはねちょっとね残して保管しておきたいと思います。はい、いただきます。美味しい。これマックのチキンタツタに似てますね。すごく美味しい。よし、美味しかったです。ごちそうさまでした。でこっちのねチキン1枚は有事の際にね残しておきたいと思います。よし、かさばるんでねアイラップに取らせてもらって、こちらの容器はねローソンさんの方に捨てさせてもらっておきたいと思います。はい、出発しようと思ったら気づいたんですけども、なんかタイヤの空気が少なそうですね。これこんなもんなのかな。なんかパンクレベルで少ないんですけどもね、とりあえずねガソリンスタンドの方に行ってから、空気だけね入れさせてもらいたいと思います。行きましょう。JA がありますね。 JA で A かな。大丈夫かな。ちょっと聞いてみよう。
なんかね、後ろのタイヤがぺったんこになってしまってから、全部見ましょうかね。ありがとうございます。すいません。はい、このタイヤだけなんかおかしいからパンかもしれないというふうに今言われました。で、見てみたらね、なんかこれかな、パンクしてるかもしれません。今ね、探し当ててくれました。こちらから空気漏れしてるみたいです。わあ、さすが。あやだと思います。ありがとうございます。パンク処理お願いできますか？パンクシェルですね。はい。セルフのお店行かなくてよかった。JA さんにね、いらっしゃってよかったです。車ね、移動してもらいます。ありがとうございます。ありがとうございました。助かりました。すみません。ありがとうございました。ということで JA さんでね、パッと直してもらいました。料金はね、1650円でした。もうJA さんにね、寄らせてもらってよかったです。本当にありがたい。じゃあね、先急ぎましょう。すみません。ありがとうございました。はい、すみません。ありがとうございます。はい、JA 指宿さん、本当にね、ありがとうございました。まず最初にね、空気だけでもいいですかって言った時に、いいですよとかってね、すごく快諾してもらえたのがね、本当に嬉しかったです。ですのでね、皆さんも旅の途中にね、車で困られたら JA 指宿さん、ぜひね、利用されてください。本当に助かりました。これでもね、今日僕はなんか鹿児島に愛されてないのかもしれませんね。というのがね、朝一番からお土産屋さんに立ち寄ったらね、お土産屋さん閉まってるし、今から行くお風呂屋さんも閉まってるし、でパンクするしっていうね、悪いことずくめですね。今日はとりあえずね、今日はもうこれ以上何も悪いことが起きないことを祈りたいと思います。はい、安全運転でいきましょう。ちなみにさっきのはね、修理代なんで、旅の旅費の方にはちょっとね、含ませておかないでください。はい、お願いします。この辺ですけども、どこだろう。はい、着いたけども今日は入れませんね。そうなんじゃ。こういった感じで入れないんだ。待てよ、ちょっと違う方行ってみよう。よし、はい、到着です。あれ、なんかね、僕勘違いしましたね。お休みなのはね、こちらの温泉保養館で、今いるこちらの露天風呂玉手箱温泉さんはどうやらね、空いてるみたいです。知らんかった。じゃあお風呂入り行かせてもらいましょうかね。露天風呂ですし。でもその前にね、ちょっと夕日を見に行ってみたいと思います。よし、うわー、すごい。はい、こちらはね、塩田の跡地とのことです。ここでね、お塩を作ってたみたいです。で、すごい。これね、温泉の色ですね。天然ですけども、すごい色してる。水が青いです。綺麗。わー。よし。じゃあね、いいものが見えたんで、お次はね、お風呂に入りに行きましょう。よし、じゃあね、行ってきます。もうね、ここでカメラ止めます。よし。はい、お風呂ね、上がってきました。すごいお風呂でした。中に入ったらね、長い通路があって、そこを抜けたらお風呂場でした。で、洗い場は10個ほどしか席がないんですけども、そこから先のね、お風呂がもう超ド級のね、大露天風呂で、目の前がね、海で、温度もね、そこまで高くないから、ゆっくり浸かることができたんですけども、涼しい風が吹いてね、もうのぼせずにゆっくり浸かることができました。ですのでね、お風呂入りきて大正解でした。気持ちよかった。よし、ということでね、思いがけずお風呂に入ることができたんで、もうね、そろそろ移動したいと思います。で、ここからはね、もうフェリー乗り場の方をね、目指して移動しようと思います。ちなみにね、55キロで1時間37分かかるらしいんで、到着予定時刻はもう8時ですね。了解です。よし、じゃあね、すっかり遅くなってしまいましたけども、フェリーのね、順番待ちの方に並びに行ってみたいと思います。行きましょう。はい、でね、桜島はね、
最近噴火しなかったらしいんですけども、昨日ですね、また噴火したらしいんですよね。で、それが、実はね、この、ちょうどね、真正面ぐらいに、桜島と噴煙が見えるはずではあったんですけども、残念なことにね、今はもう真っ暗で何も見えないです。もっとね、早い時間撮りたかったんですけどもね、仕方がないですね。ちょっと遊びすぎました。はい。はい、スーパーのね、太陽さんがあったんで、ちょっとね、寄って、軽くね、お買い物していきたいと思います。よし。よし。行ってきます。いい買い物できました。はい、ということで、いいもの買ってきました。お肉とビールですね。で、あと、1リットルサイズのコーラが、1本100円で売られてたので、2本買ってきました。で、合計で603円でした。よし、ということでね、もう買い物もしっかりできたんで、あとはね、もうフェリー乗り場の方に一直線にね、向かいたいと思います。頑張ります。はい、このエリアがね、フェリー乗り場ですね。あ、で、お手洗いね、ここにありますね。はい、よいしょ。ここから先は関係駐車券をお取りください。はい。場内の案内表示に従ってご入場ください。はい、8時29分に入りました。ここはね、通常は車中泊 NG な場所なんですけども、僕は明日フェリーに乗るんで、前乗りでね、車中泊させてくださいっていう風に言ったら、OK いただけたんで、こっちにね、今回入れさせてもらってるっていう格好です。で、一応ね、それっぽい車はいないですね。OK。いや、ちょっとね、どっか適当な場所止めてから車中泊させてもらいたいと思います。ここはどうでしょうかね、6番。一番端っこで予約された方の登場には邪魔にならない場所なんで、車をね、こっちに移動させてから、ここでね、車中泊させてもらいたいと思います。はい。OK。はい。ということでね、8時36分、駐車場到着です。よしよし。よし。ということでね、車も水平になりましたんで、もう今夜はね、こちらの場所で、明け方までね、ゆっくりちょっと過ごさせていただきたいと思います。はい。ということで、車、準備できたんで、早速ね、晩ご飯にしようと思うんですけども、今日はね、豚肉を買ったんですが、車内には家から持ってきてたキムチがありましたんで、これでね、豚キムチを作っていただきたいと思います。で、本当はね、もやしを買ってくるつもりだったんですけども、忘れてたんで、もうね、仕方がないで、残りのね、キャベツを使おうと思います。はい。じゃあね、パッと準備します。で、まずはまな板ですね。これはね、今日買ってきました。よし。じゃあね、準備できたので調理していきましょう。電気鍋で調理します。で、まずはこうやって敷いて、ね、飛び散るとは思うんですけども、やった方がね、片付け簡単なんで、はい。もうね、全部いきましょう。ちなみにね、この量で127円でした。すごく安かったです。はい、電池残量 55%。量があったな、こりゃ。よし、じゃあここにね、キャベツ入れましょう。かさ増しですね。しんなりするまで。よし、OK にしましょうかね。よし、じゃあね、キムチ入れましょう。これはね、もうしっかり使った熟成されたキムチです。はい、豚キムですね。キムチは生でも食べれる食材なんで、もうね、ちょっと混ぜてから和えたら完成ですね。よし、で、しっかり和えれたんで、ここでですね、一手間加えましょう。はい、そうです、チーズです。でね、今ちょっと入れました。はい、韓国料理のあれです。あんな感じにします。はい、せーの、パッと。OK ですね。はい、チーズもとろけました。これね、調理完了です。電池残量はね、48% でした。だから 7% できましたね。よし、それではね、いただきましょう。いただきます。チーズダッカルビです。よっと。果たしてお味は。おー、すごい。いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。キムチはね、すごく辛いんですけども、白菜の甘みとね、チーズに絡んでめちゃくちゃ美味しくなってます。次はお肉。お肉もいただきます。果たしてお味は。美味しい。お肉は柔らかくて、キムチとチーズにめちゃくちゃ合います。こうなったらね、もう大人の時間しかないですね。いただきましょう。最高です。ちなみに今回ね、発酵の進んだちょっと古いキムチを使ったんですけども、そっちの方がね、美味しいですね。これは豚キムにするんだったらね、そっちの方が美味しいかもしれません。
よし、ということで、ゆっくりいただいて完食です。ごちそうさまでした。じゃあね、ちょっとそろそろ夜が更けてきたんで、お布団に入りたいと思います。はい、ということで、布団も敷けたんで、休む前に今日使った金額の計算していこうと思うんですが、今日使った金額はこんな感じで、合計8132円でした。ですんで、ここまでの合計が、48,501円となりました。で、ここに、今から使う予定のフェリー代を入れると、93,161円となるんで、残りがね、もう6,839円になりました。すごい厳しいです。でもね、明日の朝フェリーに乗れるかどうかでね、もう大きく変わってきてしまいますんで、どうなるかわかりませんけども、ちょっとね、明日の朝の審判をね、待ってみたいというふうに思います。はい。よし。じゃあね、ちょっともう休みましょうかね。でもね、寝る前にお手洗いの方、ちょっと行ってね、用だけで足していきたいと思います。はい。行ってみましょう。現在の時刻は、僕が寝落ちしてたんで、もう深夜の3時なんですけども、車が増えてる風にはないです。ですのでね、僕が一番乗りできてるんじゃないかと思います。はい、こちらですね。片道3分ぐらいの道のりでした。じゃあね、ちょっとお手洗い行ってきます。よし。じゃあね、タンクも空になったんで、車にね、戻って休みましょう。はい、ただいま。よし。お布団に入ったんでね。あとはね、明日、無事フェリーに乗れることを祈りながら、休みたいと思います。はい。じゃあね、おやすみなさい。はい、ということで、種子島です。気がついたらね、もう校内入ってました。これはね、当時のね、焼夷弾だったみたいです。